皆さんこんばんは。ミスタービヨンドです。生命が住める可能性のある惑星がついに見つかりました。しかも、そこに生命が存在するかどうかは私たちが生きているうちにわかるかもしれないんです。見つかった惑星の名前は GJ887d。南魚座の方向、地球から 10.7 光年先にある GJ887 という星の周りを51日かけて公転している惑星です。実はこの星、以前から天文学者たちが注目をしていた星です。2020年に GJ887 の周りを公転する2つの惑星がすでに発見されていたのですが、ただその2つはどちらも星に近すぎて温度が高く、生命が住むには厳しい環境でした。ところが当時からもしかしたら3番目の惑星があるのかもしれないという信号が検出されていたんです。でもその信号は惑星由来のものなのか、はたまた恒星自身の活動によるノイズなのかは分かってはいませんでした。それが今回ついに本物の惑星だったと確認されました。しかもその惑星は生命が住める可能性のある場所にあったんです。やばすぎです。このニュースはチリの超大型望遠鏡とラシア天文台の高精度分光器を用いた研究チームによって確認され、アストロノミー&アストロフィジックス誌に掲載予定の論文として発表されました。この惑星が特別な理由はハビタブルゾーンにあることです。ハビタブルゾーンとは水が液体でいられるちょうどいい領域のことです。暑すぎると水は蒸発するし、冷たすぎると凍ってしまう。地球がまさにそうであるように、この惑星も同じくハビタブルゾーンにあることが確認されました。そしてこの惑星、なんと地球の約6倍の質量を持つスーパーアースだったんです。なので重力は地球よりもはるかに大きいと推測されていますが、実はこれ生命の観点からはむしろ有利な面があるんです。重力が強いほど大気をより強く引きつけられますし、大気が熱ければ水が蒸発しにくくなるからです。地球と同じ環境かどうかはまだ分かってはいませんが、少なくとも生命にとって必ずしも不利な環境ではないことは確かなんです。もう一つ、この星には重要な特徴があります。GJ887 は赤色矮星という種類の星なのですが、こういった星は普通かなり荒れているんです。強烈な爆発を頻繁に起こすことで、周りの惑星の大気をどんどん削ってしまうからです。ところが GJ887 は赤色矮星でありながらも異例なほど穏やかだったんです。研究者たちは論文の中で地球と同レベルの宇宙船環境と述べています。つまり大気が削られずに残っている可能性が高いということです。ただ一つだけ問題があります。実はこの星は 10.7 光年という遥か彼方に浮かんでいるため、今の地球の技術では到底たどり着けない距離にいるんです。1光年というのは光が1年かけて進むことのできる距離のことで、キロメートルに直すと約9兆5000億キロメートルもあります。10.7 光年はその10倍以上ですから、地球とこの星の間には約101兆キロメートルもあることになるんです。人類が打ち上げた中で最も速い探査機の一つ、ボイジャー1号は秒速約 17km、時速約6万 km というとんでもないスピードで今も宇宙を進んでいます。それでもこの星に到達するには約19万年もかかるんです。人類が農業を始めたのが約1万年前ですから、そのさらに19倍の時間を使ってようやくたどり着けるくらいの距離なんです。宇宙広すぎですよね。19万年もかかるなら調べようがないんじゃないかと思えてきますよね。ただ立ち止まって考えてみると、遠くの山を見るのに山まで歩いていく必要はありませんよね。望遠鏡があればその場から山の様子を見ることができるからです。宇宙望遠鏡もこれと同じです。惑星まで行かなくても光を分析することで、その惑星の大気に何が含まれているのかを読み取ることができるんです。2040年代の打ち上げを目指して現在 HWO という次世代の宇宙望遠鏡の開発が進んでいます。この望遠鏡は近くにある惑星の大気を直接分析する能力が期待されている最強の宇宙望遠鏡です。もし大気の中に酸素が見つかれば、それは生命がいるサインになり得るんです。なぜかというと、酸素は放っておくと他の物質と化学反応を起こしてどんどん消えていく物質だからです。大気に酸素が残り続けているということは、誰かが作り続けているということです。地球では植物や微生物がそれをやっています。つまり酸素が大気にあるのなら、そこに
何らかの生き物がいる可能性があるんです。この惑星はその分析が届く数少ない惑星の一つなんです。これは遠くなれば遠くなるほど光は弱くなり分析できなくなるからです。もちろん分析できるからといって必ずその惑星に生命がいるかどうかはわかりません。ただ宇宙のどこかにいるかもしれないという話が今回初めて住所を持ったんです。南魚座の方向 10.7 光年先 GJ887D です。今この瞬間もその惑星の光はこちらに向かって進んでいます。皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。11000光年彼方で2つの惑星がぶつかった証拠が史上初めて捉えられました。惑星の衝突は理論上起こるはずと言われながらも、これまで誰も直接見たことがなかった現象です。そしてこの衝突は私たちの月がどうやって生まれたのかという謎にも直接つながっているかもしれないんです。それでは今週のロマンニュースを見ていきましょうか。今回の舞台は地球から約11000光年離れたガイア 20EHK という恒星系です。ワシントン大学を中心とする研究チームがこの星の周りで2つの巨大な天体が衝突した証拠を捉えました。この恒星の明るさに異変が生じたのは2016年のことでした。恒星が不規則に暗くなる現象が観測データに記録されていたんです。しかし当時この異変に注目する研究者はいませんでした。転機が訪れたのはワシントン大学の博士課程の学生だったサニー・ダキス氏が過去のアーカイブデータを見直していた時でした。彼はこの恒星の光に奇妙なパターンがあることに気づいたんです。一般的に何かが恒星の前を横切って光を遮ること自体は珍しいことではありません。ただ奇妙だったのはその先です。光が暗くなるたびに赤外線が急激に強くなったんです。どういうこと？赤外線というのは簡単に言えば熱の光です。物がものすごく高温になると目には見えない赤外線を強く放つようになります。つまり恒星の前を横切っている何かはただの岩や塵ではなく灼熱の何かだった可能性が浮上したんです。でもこの時点では灼熱の何かとしか分かってはいませんでした。ではなぜこれが惑星の衝突だと分かったのか。研究チームはこの光のパターンを解析しコンピューターシミュレーションで再現してみました。光が暗くなるタイミング、赤外線が強くなる度合い、そしてその変化が回を重ねるごとに大きくなっていくパターン、これら全てを説明できるシナリオを探したんです。その結果、最も観測データと一致したのが火星サイズの2つの微惑星、つまりまだ完全な惑星になりきっていない天体が互いの重力で引き寄せられ、最初はかすめるような衝突を繰り返し、最終的に壊滅的な衝突に至るというシナリオでした。なので、恒星の前を横切っていたのは、その衝突で飛び散った約627度もの高温の塵や岩石の破片だったんです。でも、惑星同士の衝突って宇宙の長い歴史の中ではそこまで珍しいものではないはずですよね。それなのになぜ今回が史上初めての観測だったのでしょうか。それはそういった惑星同士の衝突は何十億年という惑星の歴史の中のほんの数時間から数日で終わってしまうことがほとんどだからなんです。そのため理論上は起きるはずだけど実際に捉えるのはほぼ不可能とされてきました。実際惑星衝突の痕跡が見つかった事例は過去にもあります。しかし衝突をする瞬間そのものは観測が激ムズすぎて実際に捉えるのはほぼ不可能と言われていたんです。なのでそんな幻の現象が今回初めて観測されたんです。私はもう感動してしまいましたよ。さて、でもそうなってくると気になってくるのが惑星同士がぶつかると何が起こるのかです。でも実はその答えの一つを私たちはすでに知っています。そうです。月です。約45億年前、まだ生まれたばかりの地球に火星くらいの大きさの天体がぶつかりました。ジャイアントインパクトです。その衝撃で飛び散った破片が地球の周りに集まって固まったのが今の月だと考えられています。ただこれはあくまで理論でした。データと理論を用いて作られたシミュレーションの世界では再現はされていましたが、実際に誰もまだ見たことがなかったんです。今回実際に観測されたのは、まさに地球の月を生んだとされる火星サイズの天体同士の衝突です。研究チームもこれがジャイアントインパクトと同じタイプの現象だと結論付けています。いかがでしたでしょうか？本日は人類が史上初めて
観測に成功した惑星衝突について見てきました。少しずつですが、人類は着実に宇宙に対する理解を深めていってる、そんな感覚になりますよね。個人的には、どうやって遥か45億年前に起きたとされる月の誕生を科学で推測できているのかは不思議でたまりませんが、きっとこうした観測と知見の積み重ねなんでしょうね。本日はそんなことを考えさせられました。生命は地球で生まれた。ずっとそう思われてきました。皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。その常識を揺るがす発見が、なんと日本の研究チームから発表されました。小惑星リュウグウから持ち帰れたサンプルの中に DNA と RNA を構成する5種類の核塩基が全て揃って検出されたんです。しかも地球の物質が一切混ざっていない完全にクリーンなサンプルから史上初のことです。生命は地球で生まれた。その前提がこの一つの発見で揺らぎ始めています。それでは今週のロマンニュースを見ていきましょうか。今回見つかったのは生命を作るのに必要な5つの文字です。DNA も RNA も突き詰めるとたった5種類の文字の組み合わせでできています。DNA には4つ A、T、G、C、そして RNA では T の代わりに U が使われます。なので合わせて5種類です。この5つの文字だけで地球上の全生命体が記述されています。皆さんの目の色も髪の質も全部この5つの文字の並び順で決まっているんです。で、この5文字がなんと宇宙の石の中に入っていたんです。ただし、ここに至るまでの過程は非常に険しいものでした。実は5つのうち3つは以前から隕石の中に見つかっていました。ただ、残りの2つ C と T だけがどうしても見つからなかったんです。これは C と T が熱や水に弱く非常に壊れやすいからです。宇宙空間を漂っている間に分解されてしまうのか、はたまた最初から存在しないのか、何十年も答えが出ないままでした。今回ジャムステックを中心とする日本の研究チームがリュウグウのサンプルを分析した結果、壊れやすいはずの C も T もちゃんとそこにあったんです。5つ全部が揃ったことになるんです。ただここで一つ疑問が残ります。3種類は以前から隕石の中に含まれていたのに、なぜそれだけでは証明にならなかったのか。答えはシンプルです。隕石は地球に落ちてくるからです。大気を突き抜け地表に激突し、人が拾い上げるまでの間に地球上の物質がどうしても付着してしまいます。土の中の微生物、空気中の有機物、人の手の油、どれだけ慎重に扱っても、これは本当に宇宙で作られたものなのか、地球でついたものなのかを完全に区別することはほぼ不可能だったんです。1960年代から隕石の中に核塩基が見つかるたびに研究者たちはこの問題にぶつかっていました。見つかっているのに証明できないこの壁が半世紀にもわたって立ちはだかっていたんです。では、この壁を誰がどうやって壊したのでしょうか。ここで登場するのが日本の探査機はやぶさ2です。はやぶさ2は2018年に小惑星リュウグウに到着し、その表面からサンプルを直接採取していました。ポイントは直接という部分です。地球に落ちてきた石を拾ったのではなく、宇宙にある石の表面に降り立ってその場で採取、そしてそのサンプルを密封されたカプセルに入れて地球に持ち帰ったんです。カプセルが開封されたのは地球上のクリーンルームの中でした。つまり、サンプルが地球の大気に触れた瞬間は、厳密に管理された部屋の中だったわけです。50年間誰も突破できなかったこの壁を、はやぶさ2は物理的に回避してみせました。ところで、なぜ数ある天体の中からこのリュウグウが選ばれたんでしょうか。実は、そこにも理由があります。リュウグウは太陽系が誕生した約46億年前の物質をほぼそのまま保存していると考えられている天体です。なぜかというと、リュウグウには地球のような火山活動もなければ大気もありません。つまり物質を変化させる要因がほとんどないんです。46億年間宇宙空間にただ浮かんでいただけ、いわば太陽系のタイムカプセル状態なんです。つまり今回の発見から言えることは、生命の材料は地球が誕生してからできたわけではなく、地球が生まれる前から宇宙空間に存在していたことになるんです。やばすぎじゃないですかね。でもここからさらに大きな話につながります。約40億年前、重爆撃機と呼ばれる時代に大量の小惑星や隕石が地球に降り注ぎました。もしそれらの岩石の中に
今回リュウグウで見つかったような核塩基が含まれていたとしたら、生命の材料は宇宙から地球に届けられた可能性があると言えるんです。実はこれ、科学の世界ではパンスペルミア説と呼ばれている仮説です。生命は宇宙からやってきたという考え方ですね。もちろん、材料があるからといって必ず生命が誕生するわけではありません。小麦粉と卵とバターがあっても勝手にケーキにはならないのと同じことです。でも、材料がなければケーキも絶対に作れない。これもまた事実なんです。今回の発見は、その仮説を初めて科学的に裏付けたものなんです。そしてもう一つ、この材料が宇宙にありふれたものだとしたら、地球だけが特別だったという考え方は少し揺らぐんです。なので、同じ材料が降り注いでいる星は、おそらくですが、宇宙の他の惑星でも起きている可能性があるんです。つまり、同じ材料が降り注いだ星は、宇宙のどこか他でも起きている可能性があると言えるんです。本日は、小惑星リュウグウから見つかった生命の材料について見てきました。私たちの誕生起源が宇宙由来だった可能性があることを考えると、チャロマンじゃないですかね。そうなると、もしかしたらですが、宇宙生命体が見つかる日も近いのかもしれませんね。ダークマターの正体がついに分かったかもしれません。皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。宇宙の 85% を占めているのに誰も見たことがない、正体不明のまま何十年も研究者たちを悩ませてきたダークマター。その答えが重力波の中に隠されていたかもしれないんです。今週のロマンニュースは3本立てです。ダークマターの正体に迫る重力波観測の新発見、6000個の惑星から絞り込まれた生命がいるかもしれない星45個、そして1000年前の超新星爆発の残骸が今も時速550万キロで広がり続けている話。それでは今週のロマンニュースを見ていきましょうか。重力波観測装置ライゴがありえないサイズのブラックホール合体シグナルを検出しました。なんと太陽よりも軽いブラックホールです。これ何がおかしいかと言いますと、普通ブラックホールって巨大な星が死んでできるものなんです。でも太陽より軽い星はそもそもブラックホールにはなれない。これは重力が足りないからです。じゃあこの太陽より軽いブラックホールは一体どこから来たのでしょうか。研究チームが出した答えはビッグバンの直後です。宇宙が誕生してまだ1秒も経っていない頃、物質がとんでもない密度で詰め込まれていた時代に星の進化を得ずに直接生まれたブラックホール、これを原子ブラックホールと呼びます。で、ここからが本題なんですけど、もしこの原子ブラックホールが宇宙に大量に存在しているとしたら、それがダークマターの正体かもしれないんです。ダークマターって実は宇宙のほとんどの質量を占めているんですよ。銀河の形を保っているのも、宇宙の大規模構造を作っているのも、全部この見えない何かの重力のおかげです。なのに何十年研究しても正体はわからなかったんです。それがビッグバン直後に大量に生まれた超小型のブラックホールかもしれない。まだかもしれないの段階なんですけど、もしこれが確認されれば、宇宙物理学の最大の未解決問題の答えが出るかもしれません。宇宙の 85% の正体、それが138億年前の最初の1秒に生まれた名残だとしたらとんでもないですよね。続報が楽しみですね。ダークマターの正体に迫った話の次は、もう一つ大きな問いに行きましょうか。私たちは本当にこの宇宙で孤独なんでしょうか。生命がいてもおかしくない惑星が具体的に45個もリストアップされました。コーネル大学のカール・セーガン研究所が今見つかっている6281個の系外惑星を全部調べたんです。岩石でできていて、水が液体のまま存在できるちょうどいい距離にある星だけを抜き出したんです。近すぎると水は蒸発するし、遠すぎると凍る。その間にある惑星だけです。結果が45個。その中には地球から約40光年彼方にあるトラピスト1という星の周りを回る4つの惑星も含まれています。実はこの星系は以前から生命がいるかもしれないと注目されていた場所なんです。そしてリストの中で最も近いのがプロキシマ・ケンタウリ B、 太陽から一番近い恒星の惑星でたった4光年彼方、宇宙のスケールで言えばお隣さんです。で、大事なのはこのリストが出てきたこと自体の意味なんですけど、次世代の宇宙望遠鏡ジェームズ・ウェッブがこれから系外惑星の大気を調べていくんです。酸素があるのか、水蒸気があるのか、生命の痕跡
跡が残っているのか。なので、どの星から調べるのかの優先順位が今回のリストで決まったということです。つまり、地球外生命の探索がいつか見つかるかもねという段階から、次はこの星を調べますという段階に入ったんです。皆さんが生きている間に、この45個のどれかから何かが見つかるかもしれない。そう考えると、ちょっとワクワクしてきませんかね。それでは、最後のニュースに行きましょうか。1000年前に死んだはずの星がまだ動いているんです。ハッブル宇宙望遠鏡が25年ぶりに蟹星雲を撮影しました。1999年の画像と2024年の画像を重ねたところ、ガスのフィラメントが明確に外側へ動いていることが確認されたんです。その速度、時速約550万 km、地球から月まで約4分で着く速度です。実はこの蟹星雲は1054年に起きた超新星爆発の残骸なんです。当時、中国や日本でも記録が残っています。日本では平安時代、藤原定家の明月記にも夜空に突然現れた明るい星として記されています。昼間でも見えるほどの光を放ったその爆発から約1000年、その残骸が今もこの速度で広がり続けているんです。でも、なぜ1000年経っても止まらないのでしょうか。実は中心にはパルサーと呼ばれる天体があります。爆発した星の芯が超高速で回転している天体で、そこから出るエネルギーが星雲を内側から押し広げ続けているんです。星は死んでもそのエンジンはまだ動いているというわけですね。しかも今回の観測では外縁部のフィラメントほど移動速度が大きいことが分かりました。つまり星雲は減速するどころか加速している可能性すらあるんです。1000年前の爆発がまだ広がっている。しかも加速をしながら、これなかなかすごいことじゃないですかね。さすが宇宙です。というわけで今週のロマンニュースは以上の3本でした。ビッグバンの1秒後に生まれたかもしれない原子ブラックホール、6000個の中から絞り込まれた生命がいるかもしれない45の星、そして1000年前の爆発が今も時速約550万キロで広がり続けている蟹星雲。これらは全部今週分かったことなんです。全部ですよ。個人的にはダークマターの続報が一番気になりますかね。もしこれが解明されたら確実にノーベル賞ものだと思いますので、もちろんこれはまだ確定しているわけではないので何とも言えないんですけど、もしかしたら生きている間にダークマターの正体がわかるかもしれないなんてめっちゃロマンじゃないですかね。ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。